いやこのピアノの音いいの、もう体に染みついてますよね。日本の朝といえば、ラジオ体操。でもね、もしこの毎日の何気ない習慣が、実はとんでもない科学に裏打ちされた、もう本格的なトレーニングだったとしたら、どうします？今回は僕らが知ってるつもりの、この一番身近な体操の誰も知らない本当の姿を暴いていきたいと思います。というわけで、いきなりですが皆さんに質問です。ラジオ体操って、正直単なる準備運動だと思ってません？学校とか職場でなんとなくやってたあの動き。今回はですね、その常識をガラッと臆す衝撃的なデータから始めていきましょう。はい、じゃあ早速革新からいきましょうか。この表を見てください。これメッツって読むんですけど、運動のきつさの示す世界共通の物差しみたいなものです。じーっとしてる時を1として、その何倍エネルギー使ってるのっていう数字ですね。でですよ、このデータやばくないですか？ラジオ体操第1が卓球と同じ。で、第2に至っては、なんとテニスのダブルスと一緒。いやいや、それだけじゃない。もっと驚くのが、座ってやるラジオ体操ですら、ヨガよりきついって言うんですよ。どういうことってなりますよね。もうね、僕らの思ってた準備運動のレベル、とっくに超えちゃってるんですよ。よし、じゃあこの驚きの数字の裏側、もっと深くもっと詳しく見ていきましょう。まずはラジオ体操が一体どれほどのポテンシャルを秘めているのか、その本当の運動強度についてです。さあ見てください、この数字 4.5METS。 ラジオ体操第2の運動強度です。これスポーツ医学の世界だと、準備運動の域をもう完全に飛び越えて、中強度っていう本格的なスポーツトレーニングのカテゴリーに入るレベルなんです。つまりですよ、ラジオ体操第2を全力でやるっていうのは、コートに立ってテニスのダブルスをプレーするのと体にかかる負荷がほぼ同じってことなんです。これもはや体操って呼んでいいのか、立派なスポーツですよね。そしてこっちも絶対見逃せない。座ったままでも 2.8 メッツ。これ一般的なヨガの 2.5 メッツより高いんですよ。この事実が何を意味するかというと、例えばリハビリ中の方とかご高齢の方、足腰にちょっと不安がある方でも、座ったままでめちゃくちゃ効果的な有酸素運動ができるっていうことなんです。いやー、本当に考え抜かれてますよね。誰一人取り残さないぞっていうすごいプログラムだっていう証拠です。じゃあ一体なんでラジオ体操はこんなに高い運動強度を叩き出せるんでしょうか。次のセクションではその科学的なメカニズムの秘密にぐっと迫っていきますよ。その秘密を解く鍵、それがダイナミックストレッチ。日本語だと動的ストレッチですね。これ僕らが普段ストレッチって聞いてイメージするじーっと伸ばす静的ストレッチとはもう根本から考え方が違います。静的ストレッチが筋肉をリラックスさせるのが目的なのに対して、ダイナミックストレッチは反動とかリズムを使って関節とか筋肉を目いっぱい動かして、体によしこれから動くぞっていうスイッチを入れるためのものなんです。ラジオ体操はまさにこのダイナミックストレッチの最高傑作の一つと言えるわけです。しかもその効率が半端じゃない。見てください、この数字。たった3分ちょっとのラジオ体操第1で、人間の体にある約600の筋肉のうち、なんと400種類も刺激できるんですよ。これ全身の筋肉の約3分の2ですよ。こんなに短時間でこれだけ効率よく全身を網羅できる運動って、世界中探したってそうそう見つからないと思います。じゃあダイナミックストレッチとして具体的に体の中で何が起きてるのか。まずリズミカルな動きで血の巡りが良くなって、心拍数と筋肉の温度がじわーっと上がってきます。次に体をアクティブにする交感神経が優位になって、心も体もさあ動くぞっていう活動モードに切り替わる。で、こうやって段階的に体の準備をすることで、いきなり激しい運動をした時の心臓への負担とか肉離れみたいな怪我のリスクをものすごく減らすことができるんです。これプロのアスリートが試合前にやってるウォーミングアップと原理は全く同じなんですよ。でも面白いことに、ラジオ体操と一言で言っても実は一種類じゃないんです。時代とかやる人のニーズに合わせて絶えず進化し続けてきたんですね。ここからはその知られざる進化の歴史をたどってみましょう。今僕たちが一番よく知ってるのがこの第1と第2ですよね。第1は見ての通り、本当に誰でもできるように全身をバランスよく動かして姿勢を整えることがメイン。それに対して第2は、もともと戦後の復興期に職場で働く人たちのために作られたんです。だから労働に必要な筋力をつけるっていう目的がはっきりしてる。
だからこそ第一よりダイナミックで強度も高いんですね。この設計思想の違いがさっきの METS の数字の差にくっきりと現れているわけです。さらに時代は進んで高齢化社会に対応するために1999年に生まれたのがこのみんなの体操。ラジオ体操よりテンポをゆっくりにして時間は少し長め、特に転倒予防のために股関節周りを重点的に動かすように設計されていて、高齢の方とか体に障害がある方でも安全にできるようにユニバーサルデザインの考え方が取り入れられています。いやー、社会の変化とともにあり続けるまさに生きてる体操なんですね。でも歴史の中には残念ながら普及せずに消えてしまったバージョンもあるんです。それが幻のラジオ体操第3。記録に残っている動きの描写がこれなんですけど、どうです？大きく回すにジャンプ、さらに複雑な呼吸って聞くだけでなんかめちゃくちゃ大変そうじゃないですか？で、結局どうなったかというと、複雑すぎたんです。そりゃそうですよね。ラジオの音だけでいきなりジャンプして複雑な呼吸でとか言われても、老若男女みんなが正確にできるわけないじゃないですか。もうほぼ不可能だったわけです。でもこの失敗があったからこそ逆に分かったことがあるんですよね。こういうみんなでやるプログラムっていうのはシンプルであること、そして誰でも同じようにできること、これがめちゃくちゃ大事なんだなっていう、ある意味いい教訓になったわけです。さて、ここまでは動きの科学にフォーカスしてきましたが、ラジオ体操をただの運動じゃない特別な存在にしているもう一つの超重要な要素があります。それが音です。このセクションでは音楽と声が持つ文化的な力について見ていきましょう。皆さん、 NHK のラジオ体操のピアノ、あれって実はほとんどが生演奏だって知ってました？単なる BGM じゃないんですよ。24年間もピアニストを務められた加藤由美子さんのこの言葉がその哲学を全て物語っています。指導者の呼吸とかその日のその場の空気、なんなら季節感まで感じ取って即興で演奏を微妙に変えるっていうまさに職人技。例えばなんとなくみんな疲れてるかなって日はテンポをほんの少しだけ落としたり、逆に活気がある日は力強い演奏にしたり、本当に生きてる伴奏なんです。そしてもう一つの音が号令です。最近標準語だけじゃなくて日本各地のいろんな方言で作られたラジオ体操がすっごく人気なんです。厳しい冬を乗り越える人たちの力強さが伝わってくる津軽弁とか、聞いてるだけでこっちまで元気になるような大阪弁の掛け声とか、自分が生まれ育った言葉で体を動かすことで全国一律だったはずの体操がぐっと身近で、その土地に根ざした大切な文化になるんですね。ここまで見てきたことをまとめると、ラジオ体操が100年近くも愛され続けてきた理由がこの3本柱に集約されると思います。まず1つ目はテニス並みの運動強度を持つという科学的な効果。これが生理的妥当性。2つ目は高齢者向けのみんなの体操みたいに社会の変化に合わせて自分自身を変えていく構造的な柔軟性。そして3つ目がピアノの生演奏とか心があったかくなる方言バージョンがもたらす深い文化的な親和性。この3つががっちり組み合わさってラジオ体操を単なる運動以上の存在にしてるんですね。というわけで今回の解説は以上になります。たった3分のラジオ体操にこれだけの科学と文化、そしてドラマチックな歴史が詰まっていたんですね。さて、皆さんの日常の中にある他の当たり前のことにも、もしかしたらまだ誰も気づいていないとんでもなく奥深い世界が広がっているのかもしれませんね。最後までお付き合いいただきありがとうございました。